こんにちは、ミドチャレ TV の愛です。10月のとある日、私は経費処理に追われていました。ここのところ忙しくって、もうね、全然経費追いついてなくって、なんとかこの日は6月まで終えることができました。もう10月なのに。やったー、終わったと言っても、6月までしか終わってないです。今10月なんですけど、経費が6月までしか終わってません。でも頑張りました。じゃあ飲みますかね。よし。飲もう。皆さん、秋ですね。じゃん。夏に食べ損なったこの冷麺を今のうちに食べちゃおうと思います。これからどんどん寒くなって、どんどんこういうのをね、欲しなくなってくるかなと思って、今のうちに。なんですけど、これだけ食べるのはちょっともったいないなと思って、まずはチーズだったカルビ、冷麺に合うでしょ？食べたいと思います。はい、ということで今回はゆるっとおうちご飯動画でございます。ちょうどね、夏も終わり、お洋服の衣替えはもちろんだけど、食品の衣替えもしようかなと思って、ストックをね、見てたら、冷麺が出てきました。賞味期限はもう数ヶ月大丈夫なんだけれども、なんとなく秋とか冬に食べるよりは、夏のうちに食べたかったなということで、作っていきます。秋の味覚。チーズダッカルビの材料を今どんどん切ってってますね。ピリ辛にさつまいもが合うかなと思って、さつまいもも入れていきますよ。ここでちょっと秋の味覚もプラスして、季節を楽しもうかななんて思ってます。まさに夏から秋への移行飯って感じかな。はい、カットできました。もうね、ざく切り適当ですね。で、これはもう事前につけておいた鶏肉です。鉄板で焼きます。はい、今回は鉄板を使って焼いていきます。安い鉄板なので煙が出ちゃうから、まさにキッチン飯でございます。伸ばしました。伸ばします。キャベツで伸ばしちゃえ。具材を、じゃーん。ちょっと大胆に入れちゃいます。さつまいもも上に乗せちゃいます。いい音がします。はい、今こういう状態です。野菜がね、ちっちゃくなったらお肉入れようかな。そしてちょっと開けてみるか。すごーい。綺麗な色になってる。そろそろちょっと、はい、いい感じに少し焦げ目がついてきたので、チキンを入れたいと思います。ヤンニョムソースに30分ほどつけておいたチキンを上に乗せていきます。はい、全部肉を入れました。再び蓋をします。じゃあ待ってる間にキッチンドランカーします。よいしょ。ではお肉に火が通るまで時間がかかりそうなので飲んじゃいます。今日もお疲れ生です。じゃーん、柿。ね、うちの母がこの間うちに泊まりに来た時に持ってきてくれて、お酒飲む人は先に柿を食べるとなんか二日酔いになりにくいのかなって言ってた。熟してます。そしてオープン。全体に火が通りました。そしてね、ちょっとだけ塩コショウをしました。これお好みの問題なんだけど。間に谷を作ってチーズを流していきます。チーズを入れていきます。チーズを入れました。たっぷりね、とします。なんか蓋汚くてすみませんね。はい、完成しました。チーズダッカルビ完成です。チーズの海。いただきます。なんかさ、チーズダッカルビってこう急いで食べるお料理だね。なんかだからこうゆっくりさ、なんか大事な人とお話をしながら食べるっていうやつだと話が半分になっちゃうかもしれない。だってもうすでにほら焦げちゃった。肝心なお味はマイルドな辛さで美味しかったです。さつまいも美味しい。ピリ辛とさつまいもの相性は抜群。この後冷麺食べる予定ですが、こういう保存できる食材って買っ
っていたことを忘れて、ついつい賞味期限が切れちゃったなんてこともあるから、お洋服の衣替えの時期にこうして食品のストックのね、衣替えをするのもいいかもしれないですね。ほんとやっぱ2000円だからさ、火加減の調整できないの。でも一人暮らしには十分かな。みんなはなんか夏やり残したことある？私のさっきのあれ食べ損なったじゃないけどあるかな？ラスト。ほんと野菜ぺちゃんこになっちゃった。暑い。やっぱりキッチンで閉めてるでしょ。煙がいっちゃうから。エアコンが効いてないから。普通に鍋で作るかな。そば粉入り。それにしてもちょっと暑いです。暑すぎる。美味しかったです。チキン。では、ビール2本目。再びお疲れ生です。今日はね、ハイボールはこの後飲みたいと思います。なんかやっぱり朝日飲みたかったんだよね、一回は。でもさ、やばいの22時になっちゃった。今日ほんとずっとね、編集作業を午前中にやって、で、午後は、あれを始めたの、経費。3ヶ月単位でね、入力してて、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、10月終わったでしょ。だから9月までのやつをね、入力しようと思ってる時に、まだ6月か。6月までの、その、現金系だけ終わってなかったの。とりあえず終わったから、やっと7、8、9に入れるっていうね。いや、今年結構、めちゃくちゃいろいろ忙しかったな。まだ10月だけど。みんなどうでしたか？いやー、どんな年？まだ早いけど振り返るには。心残りが一つあります。私ね、料理教室に通ってたんだけど、ずっと好きな先生がいて、好きな先生って、女性ね。すごい素敵な先生なの。その先生のもと通ってたんだけど、なんか忙しくなりすぎちゃって行けなくなっちゃったの。そうそう。そうなんだよね。なんで料理教室行けなくなっちゃったかっていうと、咳喘息になっちゃったから、4ヶ月ぐらい咳止まんなかったのかな、前半。そうそう。料理教室で咳できないじゃない？マスクしてたとしても。そっからね、やっと咳治りかけたと思ったらインフルエンザにかかっちゃったから、いや、今年は本当に大変だった。体調面で。で、タイアップの案件が7月に入って、三つ星ファームさんの、すごいね、私好きなので、そういう食事系のね。はい。だからすごい楽しかったんだけど、やっぱり忙しかったの。やっぱり大手だから、指示がね、やっぱりこう、確認チェックも細かくて、あれは結構大変。正直大変だったんですよ。すっごい時間、倍取られちゃうから。で、その他もちゃんとその、同時進行で通常動画も出していくっていうのをやったから、結構ね、7月の案件はすっごい大変で、そっからまた料理教室行けなくなって、でもあれは、本当に美味しかったし、楽しかったし、感謝してます。今日は案件ついでに案件のお話をちょっとしようかなって思います。案件をやるとね、中にはやっぱりね、ネガティブに捉えてしまう方がいらっしゃって、視聴者離れすることもなくはないんですよね。で、一回ね、なんか、最近案件が多いから、なんか、引きましたみたいなコメントもらったことがあったんだけど、多くっても私月1、2本しかやってないんですよ。それ決めてるのは、できないから、キャパオーバーになっちゃうから。案件ってね、自分でパパって動画作るよりも2倍ぐらい時間かかるのね。企業さんとのやりとりもあるし、だから、多いって言われると多くないけどなって、じゃあ全部やるなって話かってなっちゃうけど、月1回になっちゃう。月1回とかしかやってないから。だからそのコメントもあった時はちょっとね、悲しかったです。
一方で、案件もらえるようになったんですねって言ってくださる視聴者さんもいて、それはね、すごくね、嬉しい。なんかやっぱりほんと真の応援者なんだなと思って、そこでわかりますよね。私が案件はね、基本的に受けないようにしてるんですね。だけど、連絡いっぱいいただくんですよ、ありがたいことに。結構、その中でも、親和性、私の読者さんじゃなくて視聴者さんとの親和性と、あと私がその商品に興味を持ったらっていうところとか、あとその商品を前から知ってて興味があったとか好きとか、あとはやっぱり評判がいいから、これはみんなに知ってもらった方がいいかもしれない、必要な人がいるかもしれないっていう、そういうところで選んでるんですね。そうそう、だからほとんど受けてないんですよ。だからなのにいっぱい最近受けてますね。がっかりですって言われた時は私もがっかりしちゃいました。いろんなお考えがあるからね、しょうがないけどね、100人いれば100通りの考え方がある。そうそう。そうだから基本はね受けてないんですよ。これでもっていうか、むしろね、私全然一件もなくてもいいと思ってるぐらい、その案件に全然こだわってないというか、やっぱり視聴者さんがね一番ですからね。とはいえやっぱりね、案件をいただけるってことは企業さんから認めてもらったっていうことでもあるから、 YouTuber にとっては良いこと、ありがたいことでもあります。ちゃんとした質のチャンネルだよっていう評価の証でもあるから、たまにお受けしているんです。ではこれを作ります。よし、やっと冷麺タイムですね。こんな感じ。麺はね結構多めです。じゃあ沸騰したんで入れていきます。ほぐれてきました。大丈夫かな。味見をしてみます。グッドです。はーい、水切りました。よし。キムチ。そして、おネギをパラパラーっと入れます。完成しました。はい、完成。夜中の冷麺。はい、完成しました。冷麺。夏の終わり、秋の始まりバージョンです。ハイボールタイム。では今日もお疲れ。はい。すっきり。では、いただきます。ちょっとこれおろしますね。よいしょ。よいしょ。美味しい、さっぱりしてる。ちょっとでも水薄すぎちゃったのでちょっとね、分けときました。薄くなりすぎちゃった時用に。これ1人前って書いてあるけど、多分2人前ぐらいありますね、麺が多いから。そして秋なので、リンゴの代わりに梨。めちゃくちゃ美味しい。冷麺好きです。ビビン麺もね、結構好きです。盛岡冷麺食べに盛岡に行きたくなっちゃいました。そしてお肉、しゃぶしゃぶしてポン酢につけただけです。こうして夏に買った冷麺を食べることができたので、私の気持ちもようやく夏を終えることができそうです。冷麺の酸味のあるスープも大好きです。完食、ごちそうさまです。食事の後はデザートということで、ガツンと調味感をいただいて体をさらにクールダウンさせました。これ映画チャンネルで見てずっと食べたかったんだよね。やっとスーパーで見つけられました。濃厚ですっごく美味しかったです。なんかマンゴーにも似てる感じがしました。美味しいよ。
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。